いいか、人間は忘れる動物だ。ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスもそう言っている。かくいう私も風の強い日にキャンプをしてはいけないという教訓を過去に学んだはずなのに、また風の強い日にキャンプに来ている。今から言うこともどうせ君たちは忘れるだろう。いいか、みんなチャンネル登録をして高評価ボタンを押しておくんだ。そうすれば後で忘れてもすぐに動画にたどり着ける。余談だが今なら子さんになれるぞ。よーしい子だ。ちなみに今回の動画はデラックスではなくて通常のサーカス TC でも問題なく役に立つので、デラックスじゃないからって見るのをやめるんじゃないぞ。では早速解説に入ろう。今日解説するポイントはご覧の5点だ。普通の組み立て方は他の方の解説動画がたくさん出回っているのでそちらを見てくれ。今日は設営時に注意したい細かいポイントのみを紹介する。特に最後の5番目は重要だから早とちりして飛ばさずにしっかりと見るんだぞ。では早速だがまずはポイントの1つ目。このペンタゴンの中に物を置くな。当たり前のように思うが意外とここが大切なポイントだ。この五角形の中に物があるとこの後の工程で支障が出る。テントの袋、テントの補強に使用するロープ、必要のないペグなどはまとめてこのペンタゴンの外に置いておけ。ついでに言うとこの時点で必要になるペグとハンマーは持っておくと後から遠くに行かなくていいので便利だ。俺はトイレでうんこしながら歯磨きしてマッチングアプリやるほど効率主義だからな。時は金ありだ。ちなみに先ほどのスライドに映ってる恐竜は全くもって今回の内容と関係ない。ちなみに先ほどのスライドに映ってる恐竜は全くもって今回の内容と関係ないというセリフが言いたいがために作成したスライドだ。では続いてガイドを使用してペグを打つ工程でのポイントだ。ポイント2、ガイドの頂点に沿って正確にペグを打て。まずはペンタゴンの頂点の延長線上にしっかり紐を持ってくる。ここでズレが生じるとテントを立てた時にガタつきができて美しいサーカスを拝むことはできない。そして延長線上にペグを正確に打つことを意識しすぎて起こる現象が、このロープの根元がペグの真ん中くらいにある状態でポイントを打ってしまうことだ。いいか、よく見てくれ。ペグの真ん中にロープがある状態だとこの位置、地面についた状態だとこの位置、その差は歴然だ。数々の発見をしてきたアルベルト・アインシュタインでもこの差には驚くに違いない。そんなずれるはずねえだろって思ったそこのあなた、こうやって早くキャンプしたいなーって気持ちで次のポイントにロープを移動している際に意外とずれちまうんだ。ガイド自体が動いてしまう場合もあるから気をつけろ。そんな時はペグを置いたりして風やロープの移動でガイドがずれたりシワになったりするのを防ぐといいだろう。とにかく移動するときはルンルンしながら散歩しないでガイドに睨みを利かせながら動くんだ。いいが、この小さなズレの積み重ねが5箇所も重なると後々大変なことになる。てなわけでもうお分かりいただけただろう。このペグの位置が非常に重要なので、このペンタゴンの中に物が置いてあるとロープに物が引っかかり正しい位置にペグが打てないので、先ほど紹介したポイント1が重要になってくる。いらないものはとにかく遠くに投げ捨てろ。ちなみに岩場のサイトでは石が邪魔することもあるから成長しておくと良いだろう。すまない。ちょっと寒いので一回服を着させてくれ。これ実は12月に撮影していて風が強くて死ぬほど寒いんだ。よーし、これで大丈夫だ。ここまで来たらいよいよおテント様の登場だ。TC 素材か。道理で重いわけだ。週2でトレーニングをしている私が重いと感じるのだ。女性であれば間違いなく重いと感じるだろう。ということでポイントの3つ目、入り口に印をつけろ。ここがめちゃくちゃ大事だから聞いてくれ。フラップのある面が向きたい方向にないとフロントを開けた際に綺麗な景色がこんにちはしてくれない。これを見せるとたとえ目の前に綺麗な富士山があったとしてもこんな感じで微妙な感じになっちまう。隣に可愛い女性がいたとしてもその子の表情が険しくなることは間違いない。結局この後重いテントをぐるぐる回して気まずい空気が流れることになる。だがこのフラップがどこについてるかがはっきり言ってめちゃくちゃに分かりづらい。なのであらかじめ目印をつけておくことをお勧めする。目印はフラップのついている辺の頂点のベルトにつけるといいだろう。
いいか、フロントを作りたい方向を正面にしてみた場合、目印をつけた場所は右前に、フロントを作りたい方向を背にした場合は左前に来るようにする。デラックスプラスの場合、目印をつけた辺と隣の辺の真ん中がフロントフラップの頂点の位置になる。もうポールを刺そうと思っているそこのお前、焦るんじゃない。ロか。ここは他の解説動画で皆さんが語っている通り、ポールをぶっ刺す前にベンチレーションを開け忘れるとおしまいだ。ベンチレーションを開けたいならこの時に立てておけ。一番モテると噂の身長176センチの私でも一度立ててしまうとベンチレーションには手が届かない。ちなみにポールにはランタンを吊るすフックがあるので、向きを間違えるととんでもないロースタイルでの生活が待っているぞ。よーし、ここまで来たらあとはポールをテントに刺すだけだ。いいな、もう一度言うぞ。ポールをテントに刺すだけだ。なるほど、スチール製か。道理で軽いわけだ。ポール自体は決して重くないが、ポールを天井に刺して持ち上げるのには力がいる。私のように筋トレをしている方なら気合と根性でポールを立てることができるが、女性の方は少し力が必要になるだろう。安心してくれ。私は常に女性の味方だ。それとそこの貧弱なお前、最近はお前みたいな細身色白男子がモテるらしいじゃねえか。クソ、正直羨ましい。だが安心してくれ。俺は貧弱な男にも優しい。よーし、終わりが見えてきたぞ。ここでポイントの4つ目。あらかじめベルトを緩めておけ。テントを立てる前にあらかじめベルトを緩くしておくこと。これにより多少余裕ができてポールが立てやすくなる。最後にベルトを締めれば形を整えることができるので安心してくれ。なお、この時ベルトを同じくらいの長さにしておかないと刺したペグにフックが届かないことがある。ここで絶対にやってはいけないのは、ペグの位置を信じずにペグを打ち直してしまうということだ。届かないのはベルトの長さが違うからだ。最初に打ったペグの位置、すなわち己を必ず信じるんだ。ついでにもう一つポイントがあるとすれば、筋トレをすることだ。言わずもがな、こんな面倒なことをしなくてもパワーがあれば万事解決。いきなりポールをぶっ刺すことができる。それともう一つ、風が強い日にキャンプをするな。ちなみにこの真ん中のセンターポールがあることによって居住空間が狭くなる上、視界が遮られてしまい、このポールの後ろに座ってしまうと、たとえ目の前に富士山があったとしてもこんな感じで目の前にポールがこんにちは。それを防止するために三つ股のトリポットが販売されている。これがあれば居住空間が広がり、ポールが視界を遮ることもない。概要欄に貼っておくので、必要な方は購入をぜひ検討してくれ。テントが立ち上がったらあとは微調整だ。緩めていたベルトを均等に引っ張って長さを調整すれば綺麗なサーカスとご対面だ。最後のロープはめんどくせえから基本的に張らねえのでこれで終了だ。あとはお好みのスタイルに合わせてフラップを上げたり屋根を作ったりオープンスタイルにしたりして楽しんでくれ。そして最後の最も大事な5つ目のポイントは、ポイント1から4を忘れないためにチャンネル登録をするということだ。チャンネル登録を必ずするんだ。みんなもう一度言うぞ。チャンネル登録を必ずするんだ。おーっと、筋トレの時間が迫ってきたので、また次の動画でお会いすることとしよう。